舞台は、とある地方都市。高級住宅街が並び立つ一方で、古びた商店街や質素な住宅も混在する、どこにでもある静かな街でした。ショールームに入ってきた老人を見て、ベテランの男性社員は、すぐに眉を潜めました。なんだ、この場違いな格好はと、心の中であざけりながら、わざと、大きな声で言います。お客様、当社は真剣なお客様しか相手にしておりません。冷やかしなら、表のアパートのチラシでもご覧になってはいかがですか。その場の社員たちがクスクスと笑い、空気は完全に老人を追い出す方向に傾きました。新人の女性社員は耐えきれず、小声で言います。先輩、あまりにも失礼じゃ。しかし、男性社員は、彼女を睨みつけ、吐き捨てるように言いました。新人は黙ってろ。これが、客を見極める目ってやつだ。老人は何も言わず、静かに去っていきました。だが、その目には、確かな光が宿っていました。数日後、新人の女性社員のデスクに電話が鳴りました。物件を見学したい。声の主は、あの老人でした。彼女は一瞬ためらいました。あの時先輩に追い返された方、でも、今度は、私が誠実に対応しよう。約束の時間。ショールームに現れた老人を見て、周囲の社員たちはパタレーションしました。また来たぞ、今度はどんな冷やかしだ。その中で、女性社員だけが真剣に立ち上がります。お待ちしておりました。ぜひ、ご案内させてください。男性社員は、鼻で笑いながら一言。新人、そんな暇人に時間を使うな。買い手をするだけ無駄だ。しかし、女性社員は、勇気を振り絞って言い返しました。お客様を見た目で判断するのは、営業として恥ずかしいことです。間が静まり返りました。男性社員は顔を真っ赤にし、勝手にしろ、と吐き捨てて席を立ちます。館内が始まりました。老人は、一部屋ごとにじっくりと見学し、真剣な眼差しを向けます。女性社員はその姿に確信しました。この人は本気だ。そして、豪邸の広間で、老人は繰り返り、低い声で言いました。この家、わしが買おう。って。ですが、こちらは数億円の物件で、老人はゆっくりと、カバンを机に置きました。中にはぎっしりと積まれた札束の山。現金で一括だ。契約を進めてくれ。その瞬間、先ほどまで笑っていた社員たちの顔が一斉に凍りつきました。男性社員の口からも言葉が出ません。冷やかしと笑った老人が現金で豪邸を買う。会社全体を揺るがす瞬間がここに訪れたのです。老人が数億円の豪邸を現金一括で購入した。その事実は社内を雷が落ちたように震撼させました。社員たちはざわめき、耳を疑うように叫びます。まさか本当に現金で一括だって。信じられない。中でも最も動揺していたのは、あの日、老人を追い返した男性社員でした。彼は椅子に崩れ落ち、顔面は蒼白。これが、あの人を追い出した。震える声でそうつぶやき、頭を抱えました。そこに上司が怒鳴り込みます。お前のせいで、会社の信用が危うくなるところだったんだぞ。新人の女性社員が誠実に対応していなければ、契約は過断になっていた。会議室に響く怒声。男性社員は深々と頭を下げるしかありませんでした。一方、女性社員は周囲から称賛の眼差しを浴びました。すごいな、新人なのに冷静だった。お前のおかげで会社は救われたんだ。彼女は照れながらも心の奥で誓いました。私はこれからもどんなお客様にも真剣に向き合おう。老人の一手が会社全体を揺さぶり、社員たちの価値観を覆した瞬間でした。数億円の豪邸を現金一括で買った老人。その噂は瞬く間に広がり、やがて新聞やニュースにまで取り上げられました。老人の素性が調べられるにつれ、驚愕の事実が明らかになります。彼はこの町で最大の企業をゼロから築き上げた伝説の創業者だったのです。若き日の彼は寝る間も惜しんで働き、失敗と借金を繰り返しながらも挑戦を諦めませんでした。やがて事業は大成功を収め、数千人を雇う大企業に育ち、町の経済を支える柱となりました。だが、老人は成功の絶頂で引退。莫大な財産を地域の奨学金や慈善事業に惜しみなく投じ、自らは質素な暮らしを選びました。だからこそ、今のボロボロの格好があったのです。このニュースに社員たちは再び大騒ぎになりました。あの老人が創業者、町を救った偉大な人だったなんて。驚愕と同時に
深い尊敬の念が広がっていきます。対照的に、かつて、老人を冷たく追い返した男性社員は、顔を真っ青にして震えていました。これは、町の英雄に、あんな態度を。その姿は、かつての傲慢さが嘘のように小さく見えました。一方、新人女性社員は、静かに涙を浮かべながらつぶやきました。やっぱり、見た目なんかで人を判断してはいけない。この人は、町に夢を与えてきた人なんだ。そして、その瞬間、彼女は強く心に刻んだのです。私は、この仕事で人の夢を守る営業マンになろう。豪邸の契約が終わった後、取材に訪れた記者たちが、老人に質問を投げかけました。なぜ、今になって、このような豪邸を購入されたのですか？老人はしばらく黙り込み、庭に差し込む夕日を見つめていました。やがて、静かな声で語り始めます。わしは、金で家を買ったのではない。人生の最後に、もう一度夢を買ったのだ。記者たちがざわめき、女性社員も思わず息を飲みました。わしは、子供の頃、雨漏りのする小さな家で育った。貧しく、寒く、腹を空かせながらも、いつか、大きな家に住みたいと強く願った。かの夢が、わしを奮い立たせ、働かせ、挑戦させたのじゃ。一度は夢を叶え、豪邸に住んだこともあった。しかし気づいた。大きな家そのものが幸せなのではなく、夢を持つこと、夢を与えることこそが真の豊かさだと。だから、彼は、全財産を人々に投じ、町に学校を建て、若者に学ぶ機会を与えたのです。だがな、人生の最後くらい、少年のわしにもう一度答えてやりたかった。よく頑張ったな。約束の家だぞと、胸を張っているようにな。その言葉に、会場は静まり返りました。女性社員の目から、大粒の涙がこぼれます。この人は、自分のためだけじゃなく、人のために生きてきた。私はこの仕事で、ただ利益を売るんじゃない。夢を叶えるお手伝いをしていくんだ。一方、かつて老人を追い返した男性社員は、うなだれながらその言葉を聞き、心を深くえぐられていました。彼の表情には、プライドを打ち砕かれた痛みと、悔しさが入り混じっていました。老人の本音が語られた後、不動産会社の社内は、完全に空気が変わっていました。誠実に対応した新人女性社員には、尊敬と称賛の視線が集まり、一方で、老人を冷たく追い返した男性社員には、冷たい視線と怒りの声が突き刺さっていました。お前の態度で、どれだけ、会社の信用を失いかけたか分かっているのか。顧客を見下すなんて最低だ。男性社員は膝をつき、深々と頭を下げました。申し訳ありませんでした。その姿は、かつての傲慢さとは真逆。プライドは打ち砕かれ、屈辱にまみれたものでした。対照的に、女性社員は、会社の全社員の前に呼び出されました。社長が、直々に表彰状を手渡し、こう告げます。誠実さと勇気ある行動が、我が社を救った。君こそ本物の営業マンだ。拍手が鳴りやまぬ中、女性社員は、涙ながらに表彰状を受け取りました。ありがとうございます。私は、これからもお客様の夢を叶えるために全力を尽くします。その言葉に、社員たちはさらに、大きな拍手を送りました。そして、老人はゆっくりと立ち上がり、全員を見渡して微笑みました。人を見た目で判断するな。心を見抜ける者が、本当に信頼されるのじゃ。社員たちは、一斉に、深々と頭を下げました。もはやみすぼらしい老人ではなく、尊敬すべき人生の師として彼を見ていたのです。女性社員は、心の中で誓いました。今日から私はこの人のように夢を与えられる存在になる。老人の豪邸購入とその正体が明らかになった出来事は町全体に衝撃を与えました。本当の豊かさとは何か、人を見かけで判断してはいけない。その教訓は多くの人の心に刻まれたのです。老人は新居の庭に立ち、青空を見上げながら微笑みました。ようやく約束を果たせたな。少年のわしよ。その姿は勝者の誇りではなく、人生を全うした者の静かな喜びに満ちていました。一方、新人女性社員は表彰の後、会社に残り、一人静かに机に向かっていました。私は今日を忘れない。営業とは家を売る仕事じゃない。夢を届ける仕事なんだ。彼女の心には、老人の言葉と姿が深く刻まれていました。その日から、彼女はどんな小さな契約にも全力で向き合い、顧客から夢を叶えてくれる営業マンと呼ばれるようになっていきます。一方、かつての男性社員は、降格処分を受けました。豪邸を追い返した彼の行動は、
会社にとって大きな失態。その姿は、かつての傲慢さが嘘のように惨めで、まさに因果応報を体現していました。人は、見かけではなく、誠実さで評価される。お金や肩書きではなく、夢と信念が人を輝かせる。老人の背中と女性社員の成長は、その真実を雄弁に物語っていました。こうして、一人の老人の逆転劇は、街に真の豊かさという大きな教訓を残したのです。それではまた、次の動画でお会いしましょう。